こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、恐る恐るのゲーム再開ですが、セーブデータに異常はないようです。前回の最後にここに来た時重くなったのは、近くに山岳があったからかもしれません。そういえば前作より秒が距離を2チャンク伸ばしていました。プレイに支障が出てきたら設定いじっていきます。訪れが普段よりひどいけど、普段より地形生成が重いのかしらね。まあ訪れというか未来音声先取り仕様ですが、ここまでずれると数秒先の音のネタバレになってしまいますね。次回からは原則として訪れ中のプレイ音はカットしようと思います。さてバイオーム表ですが、すでに見つけやすいバイオームは片付けて、寒い気候とジャングルメガタイガメサキノコが残ってます。続いて収集済ブロックは3ページ構成になりました。現在98個です。コンプリートまで残り3分の1ほどになりました。ところでさっきからやたらキョロキョロしているけどなんでかクリーパーが潜んでいそうな気がしたんです。いませんでしたけど。そういえば、ひょっとして子供のウサギはドロップしないのでしょうか。今、1秒前にウサギを攻撃することが音でバレましたね。でもここまで来れば訪れバイバイまであと少しです。お、やっとバレなくなりました。さて、突然変異バイオームの砂利山を抜けて海岸の方にやってきたのですが、なんとも素晴らしい地形です。トンネルとかもういいじゃないの。あ、いや、注目すべきは雪なんですよ。今の高さ制限なら山岳の雪の積もる場所まで登れそうです。というわけで、まあちょうど雪がトンネルのすぐ向こうにあったからということで、別に寄り道したわけではありません。そもそもトンネルじゃなくてゲートだけどそれは置いておいて、つまり今後トンネルを見つけても目的がないと寄らないということね。ちょっと何言ってるかわからないです。さて、やっと海に出ました。インベントリがきついので一旦拠点に戻ります。今回の企画では地図は基本1往復しか通らないので、サトウキビ不足で地図が作れない状態に陥ることを警戒してます。少し遠目でもサトウキビは回収しないとね。イカってこんなに遮ろうとしてくるものでしたっけ？久々の冒険者なので、こういうのがまだ物珍しい感覚です。あらでも、サガンと白樺の組み合わせの空中の島は少し珍しいわね。さてあと少しで拠点が見えてきそうなところまで来ましたが。ゾンビスポナー？いや、声が一体出しどうだろう。一応インベントリに空きを作って掘ってみることにしました。ここでスポナー見つけたらでかいです。実は、地上で手に入る新ブロックで、シルクタッチを使わないで済むものがもうわずかしかないんです。ジャングルの木とカカオ染料、メサの赤砂系、あと干し草の俵程度なんです。あえて言うならグローストーンはあるけど、まあほとんどはもうシルクタッチが必要なのね。はい。なのでぼちぼち経験値トラップ用スポナーが欲しいんです。廃校の毒グモスポナー使えばいいじゃない。どうしても他で見つからなければそうするしかないです。1分後、ゾンビ掘り抜いたのですが外れでした。さて、久々の拠点です。荷物整理したら待つ、ダークオーク、雪を積み上げてしまいます。インベントリがきつかったので、ここでようやく松の木材入手です。ついでに矢の補充をしておきます。相変わらず一発でクラフトできないのね。並び替えパターンが少ないので差し障りないです。さてでは、トトトンと積んでしまいます。全部ツルを直接這わせられるブロックなので作業用足場は作らないです。あら、ツルは這わせないでいいの？後からまとめて這わせてしまいます。そういえば葉っぱは結局消えませんでしたね。やっぱり自分で設置した葉っぱは消えないようです。あと懸念してるのは氷ですが、氷は上にブロックが積まれてたら確か溶けないですよね。さすがにもう雲が近いわね。
あの上に行けるのはシルクタッチ入手後になりそうです。よいしょっと。鶴は当たり判定がないようなので、こういう時に便利です。さて、お楽しみタイムです。新ブロック積む時がお楽しみタイムじゃなかったの？そんな古き良き時代もありました。さて、冒険者に復帰です。まずは今の地図から西に3枚地図を伸ばしてみます。で、終わったら東に3枚。つまり東西方向で7枚ずつ調べていきます。通りがかりの砂漠で、またえらくえぐられている地形がありました。ふと偶然スポナーが露出してたり、しないですね。企画には関係ないですが、バラが生えていたので一応取っておきます。インベントリが無駄に埋まるでしょうに。集め始めてしまったのでやめられません。さらにボタンが生えていました。このペースはやばいです。さて、地図の真ん中ら辺でまた海底遺跡を見つけてしまったのですが、公式英語ウィキを読んでも詳しい生成仕様はわかりませんでした。これ方々に生成されてたら結構厄介かもしれません。地図の西側近くで火事現場に出くわしました。ちなみに私が犯人ではありません。犯人はみんなそう言うのよ。じゃあ私が犯人です。自供したわね。ほんと犯人じゃないです。さて、やっとエリア外に着きました。地図2枚目に進みます。地図ぴったり仕様に変わったはずなので、ここで作ってもいいはずですよね。きちんとできてる。これは便利な仕様になりました。さて海ですが、もうキノコ島探すのは後回しで西に直進します。運が良ければまっすぐでも当たります。まあ広い海洋に絞って探す方が早いかしらね。さて順調に2枚目中央まで来たところなのですが、ここで船の様子がおかしくなりました。あらラグさん懐かしいわね。久しぶり。元気にしてた？元気じゃなくていいです。ここまでのプレイでこの船は20回以上乗り降りしていたのですが、ついに固まってしまいました。試しに1分待ってみたのですが、石化解除されないようです。牛乳ぶっかけてみたら？残念ながら船にはかけられません。ダメですね。諦めます。出会いがあり別れがあり、また新しい出会いがある。それがマイクラなんです。それ普通は動物が相手の時よ。さて、馬はお初だったと思います。拠点周辺では確か見かけませんでした。中身が体から水に浮くのよね。水が苦手な吸血鬼気質があるので、まっすぐ移動で連れて行くのはちょっと不向きなんです。役立つのは大陸内での移動が多そうな、樹氷表現を探す時くらいかなと思います。牛はどんどん買っていきます。別に恨みはないんですけど、今回の企画では地図を額に飾って一望したいんです。さて、早いものでもう間もなく3枚目突入です。さてでは、3枚目です。今のところサトウキビに余裕があります。見かけたサトウキビを回収するだけでも結構いけそうですね。それにしても、全然村が見つからないわね。まだ村人はゾンビでしか見たことありません。さて、ヒナソウを見つけてしまいました。花の森林を見つけたら地獄を見るわよ。私の運ならやすやすと見つからないですよ。お、砂漠のピラミッドですね。そういえばそんなものもありました。で、確かこれ以前は羊毛だったと思いますが、色付き粘土に変わっているようです。色合いからして多分おそらくきっと橙色です。まあこの辺りの攻略は同じですね。ところで、今はいなかったけどここにクリーパーが湧いてたらどうしてたの？死んでましたね。さて、鉄成分は貴重です。二つ目は金の馬鎧入りです。サドルの方は収集を自粛します。
次はゾンビ肉。これは回収しないと。なんで？まあそれにしても、2枚目の地図以降は砂漠とサバンナばかり広がっています。ぼちぼち何か目新しいバイオームが出てきてほしいですね。例えばメサとか。さりげなくどこ歩いてるのよ。やっと乾燥した気候を抜けたようです。まあこの程度の穴には引っかかりません。で、間もなく地図も4枚目に差し掛かろうかというところです。固形石があります。来ましたね。メガタイガです。と、見せかけて、実はさっき固形石いっぱい並べてたのよね。いやそんな面倒なこと。ほら、メガタイガ固有のポドゾルがあるじゃないですか。ならテクスチャいじったの？いじってないです。でも、レッドウッドタイガバイオーム名が変わってる様子ですね。まあとりあえず地図4枚目に突入です。先ほどから突然変異バイオームの範囲ばかりなので、普通のバイオームを探します。これでメガタイガは踏破。あとはメガタイガ丘陵を探すだけです。なんかここで順調なのが怖いわね。最近ステーキばかり食べているからでしょうか。丘陵探しは少し難航しましたが、1枚戻った地図3枚目のところで見つけました。これで残ったのは、寒い気候とジャングル、メサ、キノコだけです。さて、地図4枚目の東端に戻ってきたところで今回はここまでです。せっかくメガタイガに来たのにポドゾルまだ入手できないんですよね。早くシルクタッチ欲しいです。だから廃校のスポナー使いなさいよ。次回はこの4枚目の西で折り返して拠点に戻りますが、戻りついでに砂漠探索して村とスポナーを探してみようと思います。あとは成り行き次第です。ひょっとしたら今回はスポナー運が悪いのかしらね。それではまたね。バイバイ。